今なんか、はい。人の声ですよね、今。ですね。今。一瞬。一瞬しますよね。なんか女の人ですよね。はい。今回のベスティードは兵庫県西宮市兜山となります。先ほど映像をご覧いただいた通り、以前僕たちは兜山ではっきりと女性たちの声を聞きました。女性たちが楽しそうに笑い合っていたにもかかわらず、その後会話など一切なく、ただただその場が静寂に包み込まれていたと、そういった状況でした。今から約1200万年前、火山の噴火によって誕生した兜山。自然豊かなアウトドアスポットとしてかつては多くの人々で賑わっていた。しかし事件や事故なども多く、ネットでは呪われた地とも囁かれていた。さらに幽霊に関する噂も数多く存在し、以前訪れた際にも奇妙な現象に遭遇した。そんな不思議なスポットへ再び我々は訪れることにした。特に悔しかったのが、その時にカメラを回していなかったこと。これが本当に心残りで、今回こそ、しっかりとカメラに収めたいという、そういった気持ちで再検証を行いたいと思うんですけれども、実はその後ですね、兜山で2回ほどロケを行っているんです。というのも、兜山っていうのは非常に広大で、基本的に深夜帯を狙って、撮影する我々にとって一夜で一気に兜山全部を回るっていうのは不可能だったので、そのためポイントごとに分けて撮影を行いました。そのうち1回は12ジャンクヤードのジャンクさんとコラボ撮影ということで、兜山の方に訪れたんですが、その時通称黄泉の道と言われている、いわゆる自ら命を絶つ人がその道を通って最終的に命を絶つと、そういったエリアがありまして、そちらの方も訪れたんですが、非常に、気味の悪い場所でした。で、他にも別のエリアなども、いくつか訪れたんですが、その際にもかなり気持ち悪いなといったような現象にも遭遇しましたので、まずは映像の方をご覧いただきたいなと思います。ちょっと足元だけ本当に注意していきましょう。わかりました。はい。あ、これ今いける。ロープ貼ってあるね。落ちないように。うん。ねこれ相当すごい険しい道よ。え。ちょっと滑りやすい道って書いとったもんね。うん。ゆっくり行きましょう。で、周りに何かいないか確か確認。に海の道と言われるだけあって、すごいなんかもう雰囲気がうん。あるよ。というか、これどこ行けばいいの？いやほんまにそれ道がないもん。ないよね。獣道や。こっちは違うでしょ。で、おそらくあるとしたらここ。
うん、そこやな。ここやね。うん。こっちじゃなさず。うん。いや、わからん。ちょっと待って。なんか、うんあー、無理やな。坂やな。あー。やめといた方がいいよ。こっちの方がいいよ。なんかぐちゃぐちゃなってるけど、この下いや、それはないもんな。ちょっと待って。どうした？なんか奥で聞こえへん。カサカサ。風の音。葉っぱが落ちてるう音かな。ん。落ち葉の音って結構するから。そうかそうか。なんかさっきからずっと聞こえんな。気にすぎやな。あ、道合ってるやん、ほら。あれ、木やんな。ん？木巻きついてるだけやんな。なんか紐みたいなのついてない。あそこ。ああ、ほんまや。めちゃめちゃ敏感なと思うけど。うん。いや、ほんまになんか、うんなくなっていてもおかしないような道。ここはちょっとね、怖いな。ほんまに普通に怖い。これをほんまにハイキングする人がおるんやな。おるんかな。ああいや昼間でもこんなに通りたないよな。うん。ほんまにこれはちょっとなんか、普通に多分みんなくじけると思う。うん。うん、終わり見えへんし。この辺ぐらいまでにしといた方がいいかもしれんね。よし、だからちょっと引き返しましょうか。ちょっとこれ以上行くとね、ちょっとやばいでしょ、道的に。狭いもんね。そう、こっから狭くなる感じするから、これ今の時期はあんまよろしくないなと思って。ねうん。冬場やね。冬場ですね。はい。見て、ほら、これ何？これ木の皮かな？川やろな。だってこれがほら、ああ、いや、すごいな。こんなんがそのままなってんもんな。ああ。その後、我々は森林公園の展望台を目指して約20分ほど歩いた。展望台へ続く道で幽霊の目撃情報が多数存在したので、ひたすらカメラを回し続けたが、特に変わった様子もなかった。しかし気になる現象を収録した。それは展望台へ向かう途中、休憩をした際に起こった。来ましたね。もうこれ展望台でしょ。うわ、すごい。うわ、これこれはすごいわ。これやばいな。いやいや、すー、げえ。ちょっと古い言葉言うていい？ああ、めちゃめちゃオシャンティーやん、これ。ちょっと古い言葉言うていい？パネぐらい綺麗やで。辛い思いをした後にはこれが待ってるんやな。これが待ってるんよ。ここにちゃんと展望台あるじゃないですか。これ。これじゃないですか。うわー、素晴らしいなこれ。でもやっぱカメラ通すよりやっぱ肉眼やな。肉眼やね。これすごいわ。でまた風も気持ちいいねんこれ。はい、ということで、今日は兜山に来ております。で今ちょっとね、ここは有名な、トイレですね。帽子の電話番号が書かれてますね。
黄泉の道ですね。もう自らこう命を語れる人が入っていくっていう、そういう道ですよね。六甲山の東に位置する小さな山、兜山。まずはじめに我々は黄泉の道を北東へ進み、二川経由でピクニックロードを目指す。そこから事件があったとの噂がある幽霊トイレ、さらに平成元年に起きた事件の現場付近を探索する。入り口はこっちですね。多分こう書き込みなんか見てると、はい。まあ、発見されてる人以上に多分いるでしょうという。この数年でも兜山の山中で白骨化した遺体が発見されている。冬場から春先にかけて多いんでしょうね。5月とかなるとこう日の出らしいって言って精神的に病んでくる人が多い。ああ、よく言われるからね。この辺ゾクゾクするな。何感じなの？同じタイミングで僕も変な感じしましたね。この辺でしょ。もうちょっと手前の方から気持ち悪いなっていうのがありましたね。西の方やな、気持ち悪いの。あの辺すごい気になるんやけどな。この直線上ですか？うん。ちょっと見てくださいね。気になる方向へ進むジャンク。するとそこで奇妙なものを発見する。なんか積まれてますね、石。積んでますよね、それ。え、積んでますね。何のためにこんなんしてるんやろ。やっぱり積んでますよ積ね。んでんのがこういう形の石なの。石なのか。あんまり触らない方がいいわ。このまま置いときましょう。はい、そうですね。進みましょうか。はい。まだ先ですね。石を積み上げる行為の理由としては、一般的には山登りの際、迷わないための道しるべとして石を積むことがあるそうだ。しかし、別の理由も存在している。それは信仰対象として死者を弔うため、例えば賽の河原が有名である。賽の河原。親よりも先に亡くなった子供は、親より先に死んだ罪を償うため、三途の川の手前の河原で労働を強いられるという。その過酷な労働とは、石を積み上げて石塔を作ること。しかし、いくら石を積み上げても、そこに鬼が現れては積み上げた石を破壊するという。まさに終わりなき労働。だがそこに地蔵菩薩が現れ、子供たちを救い、無事彼らを成仏させたという話が賽の河原である。また石積みの他の理由に墓という意味が存在する。こういうね、広場ってね、はい。割とやりたくなるんじゃないかなって。あそこなんか石のけてません？乗っけてるよね。これ、石か。あ、違う。石ですよね。サイの河原みたいなことするんだよね。なんでこういう、乗せ方すんやろね。不思議やね。これ、何やろう。
これ、多分ね、はい。特定の場所じゃなくて、僕ね今この割とさっきからゾクゾクし始めてんねんけど、これ多分ねエリアがそんな場所に入ってきてんねん。やばい、だから五海家の方行くと事件多いじゃないですか。はい。あれちゃうかな。なるほど。やっぱりそっちの方ね、もう近づいてきてますもんね。変なハードになってるんやろ、多分。すごい気持ち悪いですよ、この辺りからずっと入っていくと。スポット的じゃなくて全体的。全体的な。事件が起こるときって変な土地のエネルギー持ってたりする。はいはいはい。こんなとこで事件が起こったりね。なんかあったかい空気が来るな。こっちから。あったかいあったかい。僕昔妙見行った時に冬場なんですけど、バイク乗ってて妙見さん行ったんですよ。そしたら急に空気が変わってそうでしょ。めちゃくちゃ暖かくなったんですよ。あるでしょ。一般的にはなんか寒くなったら幽霊が出るとかなんか言われるじゃないですか。反対あるよ。逆のパターンありますよね。でね、その空気ってね、はい。服通り抜けてくんだよ。ああ。ほんで体のね、周りをね、産毛なぜるようにね、はい。入ってくんだよ。服の中かあ、なるほど。ら。あったかい空気来たぞ。やっぱりこの辺おかしい。それ体験したことあるんだ。ありますね。あったけえね、これ。あったかい空気来たよ。マジっすか？僕全然変わらないですめっちゃあったかい。前から来てんだ。ええこっちから前から。正面からね、めっちゃあったかい空気来てる。ええすごい気持ち悪い。あったかい。広場っていうの一遍行ってみたいんですよ。広場。ああ入れると思うんやけど、でもこの辺立ち入り禁止ばっかなってるでしょ。そうですね。やっぱりなんかあったらですよ、ここ事件が。もう五回家のところフェンスフェンスねできてますもんね。昔でも僕ら大学生ぐらいの時ははい。ボート乗り場、ボートとかあったからね。ああ、そうなんですね。で車でも入れたから、そこ、はい仁川抜けるのに、ええそこ通って仁川抜けれましたから。あこっちから行きましょうか。あ、ここ当ててます。気持ち悪い。ここ濡れてんのいつも。硫化水素のってここのトイレなんですかね。森林公園のトイレ、女性トイレの扉になんか硫化水素で開けないでって書かれて、はいはいはい。見つかってる。森林公園内の可能性はありますよね。多分森林公園内だと思います、これね。五階級のトイレはなんかめった雑誌って書かれてるけど、ホットライン書いてあったからね、命のホットライン。今剥がされてないねんけど、僕が行った時あったから、あそこでも多分してる。してると。それが分からへんね。ですよね。それはここからどうか分からへん。でね、男子トイレはそんなに気持ちよくない。入ったら分かってるけど。びっくりした。どうしたの？今足音みたいなのが今一瞬。シュッて。なんかこう歩いてた時々こうつまずく時ってあるじゃないですか。なんかこんな音今聞こえなんか僕もね、一瞬シュッっていうのは聞こえたけど、それは今こっちの方から聞こえましたね。それは入ってるかもしれない。多分入ってると思うんです。結構大きかったんで。誰かおる？
何もなさそうですね。嫌な感じもない。でね、男子トイレはそんなに気持ちよくない。入ったら分かると思うけど。びっくりした。どうした？これちゃんとした道ですね。なんかね、アスレチックみたいなのがあったっていう。ここですね。ほら、言われてるのは。初めに見てない。うわ、こんなところで。ここですね。1989年3月19日、T 市職員だった男が小学生らに声をかけ、仲良く遊んだ後、少女一人を殺害した。さらに、事件から2年前の1987年5月11日、男の供述により、当時56歳の主婦も殺害していたことが判明した。その後、被告人は無期懲役に処された。これらの事件の記録から、主婦は五回忌付近の桟橋周辺、少女はアスレチック周辺で被害に遭った可能性があると分かった。ネットの情報なんで、はい。どこまでが細かどうかわかんないんですけど、はい。ここで実はアスレチックがありましあったらしいんですよ。その上にあったのかもしれない。もうちょっと後に見ますけど、でここで母親と娘2人が人で亡くなってますと。平成1年にもう国民センターで念のため、親子に関する事件を調べてみたが、確認できる情報はなかった。しかし、親子というワードから五回忌トイレにまつわる噂の謎を紐解く鍵を見つけた。多くのサイトでは、トイレ内で子供もしくは女性が刺されたという記事が存在していた。そして無残にも犠牲となった人がこのトイレで幽霊となって現れるという。だがトイレの事件について具体的な情報は一切確認できなかった。しかし興味深い事件を見つけた。1981年12月10日、西宮市の某銀行の社宅で支店長代理の妻、当時31歳と当時5歳の男児が刃物でめった刺し、さらに鈍器で殴るなどして殺害された。それから数年後、犯人と名乗る男から警察に電話があり、自首したいという言葉を発し、犯行動機を述べた。その動機は銀行融資を断られた腹いせだったという。しかしその電話以降も犯人は特定できず、時効が成立し未解決事件のまま幕を閉じた。つまりめった刺しや母子といった単語から昭和末期から平成元年に発生した2つの事件の情報が入り混じった可能性が見えてきた。次第にあらゆる噂が飛び交い、めった刺し事件があったトイレとして知られるようになったのかもしれない。でもね、こっちの奥の方気持ち悪いんですよ。アスレチックの遊具とかのはい。あとは分かんないよね。ないよね。どこに行くの？でもちゃんと階段がね、あるから。ああ、確かに。だからそういうもしかしたらですけど、はい。ボート乗り場、はい。跡があるんじゃないかなって、なるほど。思うんです。
これ以上行かん方がいいわ危ない池やここあ、 5階池やねんここも、池ですよ。ちょっと待ってください。どうしたああ今は鳥やね。びっくりした。これ池ですよ池。うわ、めちゃくちゃ近いですね、水面。そうあ、これは危ない。危ないでしょ。戻りましょう。はい。昭和ですよ昭和。ですよね。だからもう閉鎖されてからも放置されてますね、これ。何にも手入れされてない。ねえ。いろんな場所で固まって事件が起きるってのはやっぱおかしいんですよね。いやー、ほんとそうですよね。本当おかしい。うん。単純にむちゃくちゃ寂しい場所ですね、ここ。ここにもしねとどまってる気持ちあればね、僕持って帰るから僕のとこ入ってきといて。上がりたいんだったらね来てくれるかな。僕のとこ入ってくれるかな。上に上げるからね、僕のとこ入ってきて。入ってきてくれるかな。まだいたいここに。2人いるんだったらね別々で入ってきて探してるとかかもしれへんからね。同じとこで死んだって一緒にいないから探してたりするんずっと。だからこの場所にずっといたりするから。2人とももしいるんなら娘さんとお母さんね別々に僕のとこ入ってきて一緒に上に上げてあげるからさ。来て。反応ないな。じゃあ帰りますね。なんやろねこの石。なんでこの石乗ってるの。これあれですかね、誰かが乗せてるんだろうな。首つった木とかじゃないですよね。じゃないと思うけどな。ねお茶碗置いてたりとかうんね、花の跡があったりとかすると思うんだけど。え、そうですよね。なんやろなこと。悪いな。なんかついてきてるかい？女の人の声しません？今？なんて？はーんとか。どっか川か。こっちの方ですね。いや、後ろに気配すんのよ。誰かいるかい？でもそのお母さんとかじゃないよね、それね。川の流れの反響さっきから言ってんのそれのことかもしれないですね。時折なんか「あー」とかかすかに聞こえるんですけど、反響なのか、水の反響の時って結構話し声に聞こえたりするんですよ。ね、トンネルとか。はいうんただなんか単発的に「あー」とかでもちょっとああ声がかもしれないですね。でもいろんなそういう死んだ亡くなった人たちのさはい記憶とかそんなん見てるとね全部入ってくるんだよなあれって。そのね追体験って言ってはいその人らが体験したその感覚とか感情とかを何かの形でね再現させられるのよ。霊媒っていうのはそれ入ってきて、そのね例えばビールが好きとかさ全然飲まへんだのに急に飲み出すとか、はいもう完全にあれは霊媒俺鶏のレバーは好きじゃなかったんですよ。でもまあ食べれるから一応食べてた中のパックの中入ってるからさ、はい
先食べてたんですよね、レバーから。はいで鶏皮とかの方が好きなんで、ほぼ毎日その 40% 引きとかの焼き鳥を食べてたの、ビールと一緒に。突然次の日からレバーうまって急に変わって冷梅なんですよ。はあ、なんか入ってんの？はいはいはい。あ、ここです。ね、ここでねオープニングを撮ったんですよ。ああ、ここでね。はい、ちょうど自然の家のね。はい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 、ここね。はい。ここで。で、近聞こえた？あ、ちょっと待ってください。今一瞬切れちゃったっす。ごめんなさいね。でこのタイミングで。今なんか言ったら「おえ」って言ってないです。重くそ言ったよ、男の人「おえ」この辺から聞こえますけど。聞こえたでしょ。はい。おえ、そこ電気ついてるんですけど、でも結構遠いじゃないですか。いやめっちゃ近くで聞こえたよ。この辺で聞こえましたよ。聞こえたですよね。ほんまラジオから入ってくるような声でしたよね。今聞こえましたね。おえって言ったの。今なんか言ったら「おえ」って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 重くそ聞こえたね。聞こえました。出てきて悪いけどちょっと入ってみようか。じゃあそこちょっと軽く入ってみますか。男の声ですよね。ね完全に男の声。え、ラジオみたいな声で、うんはいみたいな。でも女の子がこんな険しいとこいます？いないっすよ。12時ぐらいにいないっすよ。僕今ここ初めて入ったんですよ。ああ、そうなんですね。はい。もうちょっとなんか公園っぽいなっていうイメージしてたんですけど、はい今実際入ってみたらめちゃめちゃ山道なんでこれなんか建物ありますね。トイレありますね。あ、そのトイレから聞こえたんかな。でも笑ってたって言ったら楽しげにその、ものすごく楽しそうにキャハハハハハでね、一回だけ。そこの女の子とか、これトイレ？トイレですね。
大体兜山の公園ってこんな感じなんですね。はい。ああ、そうそう。こういうトイレがね、いっぱい点在してるから。うん。そうそうそう。別にこんな中は嫌な感じないね。ないですね。特にないな。はい、いかがでしたでしょうか。そうですね、女性たちの声が聞こえた現場、そこで全く同じような現象に遭遇したと。まあ確かに声質は違います。1回目に僕が聞いたのは女性たちの声で、生の声として僕の耳には入っていたのですが、ジャンクさんと行った際にはですね、ラジオで流れてくるような男性の声みたいな感じで、僕の耳に入っておりました。そしてジャンクさんも同じようにラジオのような声だと、そういう認識をされていましたので、1回目の時と同様単発で女性の笑い声であったりとか、今回のように男性の返事1回だけみたいな、不思議だなと思っております。で今回もまた自分のカメラで撮影することができなかったと、そういう失態がありまして、はい、次こそしっかりとカメラに収めたいなということでね、これから兜山最終決戦へ行ってまいります。はい、ということで行ってきます。